いやー、チャンネル登録者2000人いったよ。おめでとう俺。ありがとうみんな。そういえば募集してたマシュマロ来てたな。どれどれ。登録者2000人突破おめでとう。それでいつになったらタコス食べるんですか？最初に食べるタコスはハードですかソフトですか？結構タコスに関するコメント多いな。ソフト派？ハード派？種類あるんだ。コンタクトレンズかと思った。そろそろ食べなきゃさすがにな。自分で作るの面倒だし、お店行こう。最近あるよね、タコス専門店。よし、来たぞ。お邪魔しま。あれ、日にち間違えたな。定休日か。まあ、そんなこんなで3000人いったら食べようかなと思います。はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。皆さんのおかげでね、チャンネル登録者2000人突破いたしました。イエイ。本当にね、ありがとうございます。まあ、これからもね、引き続き応援よろしくね。最近はですね、ネタになると思ってマシュマロ募集してまして、まあ、ちょっとね、ここで紹介してみようかなと思います。生配信中に寒いと言ってたのはリアルでも裸族だからですか？やっぱり裸族なんですか？は？もう人を変態みたいに言いやがって、これクソマロですね。着てるわ、上半身だけな。で、次のマシュマロ。私は独身ケバブです。奥さんがいるのに姫プレイしてると聞いて参上しました。実は奥さんがバルゲームしてて、タコスさんは喋ってるだけというリアル姫プレイもしてるんじゃないですか？夫婦揃って姫プレイって一体このコンクリートジャングルをどんなサバイバルしてきたか想像つきます。そう、姫プレイですね。ケバブにはわかります。その衣の下には惹かれたお肉がいることでしょう。さあ、そのトウモロコシの衣なんか捨てて勝負だ。ケバブでクイズだ、勝負だ。うおーザ・クソマロっていうぐらいのクソマロだ。クソすぎてコメントするところがね。いやー嬉しいですね。まあこんな感じのねマシュマロとかクソマロとかが来てタコスは幸せもんです。さてマシュマロつまんだところで今回はアップデート後の攻略補足動画ということでね紹介していきましょう。アップデート後にできなくなったクイーン討伐の新しい討伐方法とかその他攻略動画ではちょっとね紹介しきれていない部分とか紹介していない情報紹介しようかなと思います。ではね早速紹介していきましょうか。はいということでね埋葬室に来ました。まあ、前回のねこちらの動画の補足になるんですけど、まあ、前回はですね、まあ、この動画ではね火打ち石のナイフ使ってくださいって言ってたんですけど嘘です。コンボの方がいいです。まあ、弱点がつけるので、まあ、ちょうどですね今星付きの骸骨いるんですけど、まあ、この動画でね教えた通りにここですねこの初期位置で引きながらコンボを使うと、まあ、結構ね今品質も上げてないんですけどダメージを与えることができますね。火打ち石のナイフでもいいんですが、まあ、ダメージを稼ごうと思うとブロックコンボをね入れた方がダメージは稼げるんで、まあ、ブロックコンボね少し難しいのでできればコンボで攻略した方がいいですね。これはですねタコスが完全に使う武器を間違えてました。申し訳ないです。で埋葬室をね一周回った段階でこの骨片ですね骨片がおそらく5個以上は集まってると思うのでコンボをアップグレードさせておくと埋葬室攻略ねぐっと楽になるのでできれば品質2のコンボで攻略することをお勧めしますね。はい、あとは黒い森で覚えておいてほしい豆知識の一つですね。これ今トロルの洞窟の前にいるんですけど結構ね夜が近づいてきて寝たいけど拠点に帰れないなっていう時があると思います。まあ、黒い森の攻略段階ではポータルを入手できるかできないかぐらいのゲーム進行度合いになってくるので結構ねこういう状況があるかなと思います。そういう時に便利なのがこのトロルの洞窟、まあ、埋葬室でも
いけるっちゃいけるんですけど、このねトロの洞窟の前だと避難場所の判定がつきます。なので別に建築をしなくても、作業台設置してベッドを設置して焚き火を焚くと、もうそのままね寝ることが可能です。あとはね一応埋葬室でも寝ることは可能ですね。避難場所判定があるので寝ることは可能なんですが、起きた時にですねこんな感じでめり込んで動けなくなったりするので、ベッドさえ壊してしまえば大丈夫なんですが、ちょっとね危険なので、できればトロルの洞窟とかで寝る方がいいですかね。はい、ということでね、次はボス攻略動画の補足ですね。まずはエイクスリュ戦。草原の後編の動画で紹介した方法とは別に10分討伐の方法で紹介したんですけど、エイクスリはですね焚き火を使うと瞬殺することができます。やり方としてはですね、設定のその他でこのカメラの振動をオフにしておくこと、そしてハンマー、焚き火、この素材をね持っておくことが条件ですね。以上が準備できたら鹿を召喚して光が集まるポイントですね。光が集まるポイントに焚き火を適当に設置して、で修理しながらエイクスリの後ろを回るように移動する。するとこんな感じでですね高速に討伐することが可能ですね。結構ねスポン1とかでずれることもあるんですけど、序盤で瞬殺するには最高の方法ですね。はい、次長老戦ですね。こちらの動画の補足事項です。長老戦ではね焚き火を使えということで燃やした方がね結構簡単に討伐できるのでおすすめなんですけど、結構ねこの鶴の鞭ですね、これにやられてしまうっていう方結構多いと思います。なぜならですね、このハンマーを装備してる最中は回避ができない、これですね、これができないって思ってる方いると思うんですけど、実はですね回避することが可能です。それどうやるかというとですね、設定、そしてこの建築メニューですね、右下にあるこれをですね、普段はマウス2になってると思うんですけど、これをですね別のボタンに変えます。するとですねハンマーを装備してる状態でも右クリックとスペースキーを押すことで回避することが可能ですね。これを知ってればこんな感じで鶴の鞭が来ても、避けながらね焚き火で火をつけることが可能なので、結構ねやっておいた方がいいテクニックの一つですね。お次がクイーンですね。クイーンの攻略補足動画になります。前回紹介したですねこちらの動画、ハンマーでね一方的に粉砕する方法なんですけど、そちらがですねアップデートによって使えなくなったんですが、実はですねとある方法で似たようなことができるので、そちらをね紹介していこうと思います。装備とは一緒なんですけど、1個だけですねこの森、奈落の森に持っていきましょう。あとはですねこちらの動画で紹介したように、まずはですねクイーンに見つかりましょうか。クイーンに見つかった後デモリッシャーを振り回しましょう。この持続スタミナ酒飲んだ方がいいですね。で叩くんですけど、クイーンがどっか行ったなと思ったらこの辺りに森を投げます。
はい、森を投げてクイーンの叫び声が聞こえたら OK です。またクイーンは近寄ってきます。ただね、ちょっと前回と違うのはシーカーがスポーンしちゃうことですね。それだけどうしようもないんですけど、あとはね、前回のこの動画と似たような方法で攻略することができるので、これがですね、主に RTA とかで使われてる方法ですね。で、またクイーンがやべえどっか行ったなと思ったら、適当にね、この辺りに森を突き刺してもらって、で反応したらまたデモリッシャーでしばく。主にダメージ判定の部分を見ていてもらったら、離れたか離れてないかが分かるかなと思います。ダメージ判定が出なくなったら離れたな。近くにいるんですけどね、なかなか反応せずこっちに来ないので、この森を地面に突き刺してクイーンが来るのをね、待ちます。反応してきましたね、普通に。一回離れてもまたね、森を突き刺してるとこんな感じで反応してくるので、クイーンが攻撃しだしたらもう OK ですね。またもやはめ開始。それのね繰り返しです。てな感じでちょっと時間はかかっちゃうんですけど、比較的安全に、そして簡単にねクイーンを討伐することが可能ですね。はい、なぜクイーン戦で森を使うとクイーンが再びこっちに寄ってくるかっていうお話なんですけど、これですね、敵のモブの AI、 これにね関係してきます。敵のモブの AI っていうのは、すごいざっくり説明すると、プレイヤーを見つける、もしくはねプレイヤーが発する音で反応します。でプレイヤーが発する音で一番反応するものっていうのが、これ石弓あの辺に投げてもあそこのイノシシ来ないんですけど、例えばこれ森をですね投げるとイノシシ反応しましたね。あんな感じで投げてればだんだん寄ってきて、今イノシシがね突進してきました。っていう感じで音で認識するんですけど、一番ですね反応する音っていうのが、この森を地面に突き刺した音と、でこの槍ですね、槍を地面に突き刺した音、この2つですね。この音に反応してクイーンが再び戻ってくる。ざっくり説明するとそんな感じですね。逆にですね、これを利用して、近くのイノシシとか反応して寄ってくるんで、それを倒すっていうね方法にも使えたりします。はい、次はですねこちらの動画の補足事項ですね。ブロックコンボ、これですね。これとこのコンボですね。このコンボの補足事項ですね。まずはこのコンボなんですけど、ブロックのタイミングに入った瞬間、左クリックを押しっぱなしでも出すことができますね。で今回紹介するのはね、回避カウンター、これについて紹介していきましょう。どういうものかというと、回避しながら攻撃をすることができます。例えば片手剣でやるとこんな感じですね。これ結構難しいんですけど、こんな感じです。見たら分かる通りに回避と攻撃、これをね同時に出してることが分かりますね。まさにですね、これ有名なルローニケンシンの技に似てますよね。でこの技を応用するとですね、
こんな感じで回避と攻撃を織り交ぜた後すぐに攻撃できる。まさにですね、この攻撃はですよね。いや素晴らしい。まさかねルローニケンシンの必殺技がバルヘイムで使えるようになるとは思いませんでしたね。結構ねタイミングは難しいんですけど、使えると回避と攻撃を同時に行えるので、こんな感じで敵の攻撃に合わせて使うと結構強いんでね、おすすめです。でやり方なんですけど、まずはですねこれですね、このガトチュゼロ式なんですけど、これをやるにはこのね副次攻撃と回避、これをですね同時押しします。もう完全に同時押しですね。結構ね難しいんですけど、成功するとこんな動作になりますね。でもう一つのね応用コンボ、ルローニケンシンのこの必殺技に関してはですね、さっきのこの副次攻撃、これにですね左クリックも追加します。左クリック副次回避、これをね全部同時押しですね。で成功するとこんな感じで回避攻撃した後すぐに攻撃できるので結構おすすめですね。結構ね使いこなすの難しいので、こんなことできるんだぐらいに思っておいてもらった方がいいですね。他にもこの回避カウンターを使ったね応用技とか結構あるので、もし興味がある方は練習してみたらいいんじゃないかなと思います。で次はですね、前回紹介した動画でログアウトについて説明をしたんですけど、実はですねアップデート後変わってる要素がありまして、それがですねスタミナが回復しなくなってます。なので無限に泳ぐとかね、そういうことがねちょっとできなくなっちゃってるんですよね。そこだけ注意です。例えばですね、ここリヴァイアさんいるんですけど、リヴァイアさん当然ですねこんな感じで掘ってるとどんどん沈んでいくんですけど、これをですねログアウトするとリヴァイアさんね戻ってるので、もう一回ね掘ることができますね。こんな感じでこれねマルチだと全然使えないんですけど、ソロとかだと覚えておくとキチンをねしっかりと入手できるので、序盤にはおすすめかなっていう感じのテクニックですね。はい、次はですね攻略補足霧の遅延ですね。まずはウィスプの乱獲方法について説明します。っていうのも、この画面見たらわかると思うんですけど、沼地に設置すると昼夜問わずウィスプ寄ってきますね。夜じゃなくてもウィスプが寄ってくるので、ウィスプをね乱獲することが可能です。なので沼地の安全なとこですね、例えば大骨の上とか、あとは霊廟の上とかに置いておくとウィスプ乱獲できるんでおすすめですね。結構ねウィスプトーチとかでウィスプ必要になってくる場合あるので覚えておいた方がいいですね。はい、次ですね、このドベルグタウンの攻略法ですね。結構有名なのが、フグ、そしてエイトルですね。例えばフグここ置いて、あとはこいつをこんな感じで押していけばフグで毒殺できる。こんな感じで死んだとしても敵対はしませんね。あとはエイトルを置いて、こんな感じでもう一回ね押していくと、ダメージ受けるんで、これでチクチク倒すっていうのもね一つの方法ですね。敵をね倒すっていうのはこれでいいと思うんですけど、例えばこのね守護石ですね、ここにね荷車置いておいたんですけど、このね荷車で突撃するっていう方法ですね。守護石が届かない範囲で、作業台設置して荷車を作って、この荷車でですねこいつらの敷地内に入ります。どうも。あとはですねちょっとこの荷車を逆にして、
でこの守護石にですねぶつかっていく。するとですね、一応敵対せずに守護石を破壊することは可能ですね。ちょっとね時間はかかっちゃいますけど、やっと壊れた。だいたいですねこの荷車3台分ぐらい必要ですね。ですが敵対せずね守護石を壊せますね。もちろんですねあの箱壊すのもエイトルで破壊するのも手っ取り早いんですけど、一番最初エイトルないので、ない場合はこのね荷車でこんな感じでやると簡単にね敵対せずに壊せるのでおすすめですね。で守護石を破壊すればこんな感じで同居も可能ですね。で石切り台を設置すれば敵対せずにね、こんな感じでバーッと拠点も破壊できるので、もしね超安全にこのドベルグの拠点を攻略したいっていう方はねこの荷車を使ってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねタコスが出した攻略動画の補足ということで紹介してみました。結構ね有用な豆知識とかいろんなことを紹介したんですけど、まだね紹介しきれてない部分もあるので、またその知識もいつかは紹介できたらいいかなと思います。あとはですねタコス個人的な話になるんですが、ちょっと休みが増えまして動画の投稿ペースもちょっとだけ上がっていくと思うので、ぜひね次回の動画も楽しみにしておいてください。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。